はい、マスマックスです。今回の動画は、最近新しい鉄砲とか塗装もしてないし、購入もしてないんで、ネタっていうか、動画ネタ、あんまりないんですけど、今回は、今まで僕、塗装したものを、まあ、ちょっとですけど、動画じゃないや。僕の塗装法を紹介していたり、大雑把ですけど、していたんですけど、ネタもないことなんで、今回は、僕なんかの塗装法を真似する人とかあまりいないと思うんですけど、一応ですけど、こんな僕の鉄砲の塗装法を真似してみたいとか、参考にしたいっていう方のために、そうですね、今回はちゃんとっていうか、いつもちゃんとやってるつもりなんですけど、大雑把っていうか、適当な感じで説明したりしているんで、今回はどんな感じに塗るとこんな感じになるとかっていうのを、動画にしてみたいと思います。なんでかっていうと、なんでそんなことを思い立ったかっていうと、今日たまたまですけど、退屈っていうか、昨日から鉄砲いじって遊んでいたりして、今まではそれで満足だったんですけど、なんていうか、古い銃っていうか、要はブルーイングしてる、ハンドガンですね。そのハンドガンを、ブルーイングなんで、実際、実銃のビデオとか、アメリカの映画とか見てると、そんなに、なんていうか、モデルガンをブルーイングしてるものがあるじゃないですか。本物じゃなくて、モデルガンとかをブルーイングしている。で、綺麗なんですけど、青光りっていうか、青っぽくもう輝いていって、綺麗でかっこいいんですけど、なんて言ったらいいか、僕のイメージではないっていうか、ただ単に僕が抱いているイメージなんですけど、要はあんなのって言えば失礼なんですけど、あんな綺麗な感じの青く輝いているみたいな鉄砲っていうかハンドガンの実銃、あまり見たことがないんで、映画でも、何でもそうなんですけど、
あんまりあんな感じの、すごく綺麗な感じのは見たことがないんで、まあ、ヘビーウェイトの、そうですね、ヘビーウェイトのモデルガンだったら、ブルーイング、まあできるんで、まあブルーイングした方が手っ取り早いっていうか、まあ本物に近い感じにもできるんでしょうけど、いかんせん僕が持ってるっていうか、まあヘビーウェイトのモデルガンもあるんですけど、要はそうっすね。要はブルーイングできない ABS 樹脂の、要はこんな、例えばエアコキとかプラスチックとか、まあブルーイングできないっすよね。やってやれないことはないんですけど、例えば何でしたっけ、亜鉛塗料とか、亜鉛塗料吹いてそれをブルーイングするとかっていう方法もあるんですけど、まあ要はその色の表現ですよね。表現方法がもうそれだと偏っちゃうっていう言い方もおかしいんですけど、まあ自分のイメージ通りになかなかできないっていうのもありますし、要は、まあブルーイングしただけでそれで満足だったらいいんですけど、もう一手間っていうか、少しイメージ通りにしたいっていう時に、やっぱり塗装の方が気軽っていうか気軽にもできますし、表現の幅が広がるんで、そんで、まあ、その亜鉛塗料塗ってブルーイングしたのに塗装加えてっていうのも考えたことがあるんですけど、亜鉛塗料のシンナーと僕が使っている感じの塗料のあれってシンナーの性質が違って上塗りしたり混ぜたりすると喧嘩しちゃうんですよね、塗装同士が。そんでもういつまでも乾かなかったりベタついたりっていうトラブルになっちゃうんで、それがダメですし、しかも亜鉛塗料、ローバルですか。結構値段が高くて、3000円前後ですか。それだけのために、それに、まあいろいろ、モデルガン専用の塗料とか、いろいろあるんですけど、なんかわからないけど、妙に素晴らしいっていうか、そんな感じに、そりゃ売るためにそりゃいいことを言うんで、そんなのに例えば1本買って3000円、3本買ってもう1万円とか、しかも僕塗ったの見たこと塗っ
たのを見たりしてるんですけど、僕的には、あれに、あんなもんで3000円っていうのは少し、僕的には納得いかないっていうか、あんなのにって言えば失礼ですけど、言うほどかっこいい塗装でもないし、かっこいい質感でも、本物っぽい質感でもないんで、僕は僕でいろいろ考えて塗装したりしてたんですけど、今日、ちゃちゃっとですけど、もう本当に、なんていうか、要は、鉄っぽいっていうか、僕の塗装よく鉄っぽいっていう、褒め言葉だと思うんですけど、そんな風に言われるんですけど、要はなんていうか、本物の鋼鉄をブルーイングした時の化学変化の鋼鉄独特の焼けた時の鋼鉄とかブルーイングした時の鋼鉄独特の青みがかった感じっていうのをいつもそれを表現しようとして青っぽいのを混ぜたりしてやってたんですけど、それだと経験上ですけど、その混ぜる青の塗料もいろいろやってみたんですけど、それによってイメージと全然違う、そんな感じで、今回こうやったら簡単にできるんじゃねえのかっていうのをやってみたんですよね。こいつ丸いのガバメントなんですけど、エアコキ、これも以前塗っといたものをちょっともう少し青みがかった感じにできるんじゃないかと思ってちゃちゃっと、そうっすね、もの15分くらいですかね。要は表面にエアブラシでささっとその作った塗料を上塗りしただけなんですけど、結構前のと比べるとかなりっていうか、僕はあれですよね、実物見てささっと塗ってるんですけど、なかなかこの映像とか写真ではあまりその微妙な質感伝えられないと思うんですけど、これちゃちゃっとその方法でやってみたんですけど、自分では変わったと思います。こんな感じに色っていうか光の当たり具合では青く輝いて
て見えるんですけど、まあ映像ではかなり青っぽく輝いているように見えるんですけど、実物はそんなになってないんですけど、これも前に塗装しといてもう満足だっていう感じで、鉄管丸出し塗装っていうか、そんな感じのあれで塗ってたんですけど、こいつもちゃちゃっとその作った塗料軽く吹きかけました。その吹きかける量によっていろいろ色の濃さとか変わってくるんですけど、これもやりました。こいつはあまり量を吹きかけないで、本当にふわっと軽く吹きかけたものですね。で、こっちのミリタリーポリス M10、これは量を多くかけました。最初こっちとこっち同じような、なんていうか、このグレーっぽいっていうか、鉄っぽい色っていうか、そんな感じだったんですけど、こっちはこっちより量を多く吹きかけ、こんな感じでもう全然色の質感が変わってくるんですよね。で、下地の元々の色の下地がすごくっていうか、自分で言うのもなんですけど、かなり鉄っぽい感じで良かったんで、それを結局ドバドバ吹きかけると全部隠れてしまって無意味になっちゃうんで、それが要は下地の色が透けて見えるような感じ、要は隠れない程度っていうか、それはそんな感じで塗ってみたんですけど、かなりっていうか、前より前も良かったんですけど、こっちはいかにも本当に僕のイメージで言えば映画とか実銃のビデオに出てくるような色の質感になったと思います。あとこいつですね。これもモゼル。こいつも艶消しの、前は艶消しの、そうですね、鉄色っていうか、そんな感じだったんですけど、上にささっとその同じ作った塗料吹きかけました。これもこれで良くなったと思いますけど、そんで要はどのような感じの塗料を塗ったかっていうのを今日は紹介します。はい、まず肝。これが肝ですね。クレオスのミスターカラー。
こいつが肝のメタリックブルーです。まあいろいろ青っぽい、いろんな青っぽい他の塗料とか、例えばクリアブルーとか普通の青とか、あとなんとかブルーなんとかブルーっていろんな色ありますけど、まあいろいろ試した結果、このメタリックブルーが一番、まあ僕的にはなんていうか緑っぽくなったり紫っぽくなったりしないで、まあ本当にブルーイングした青っぽく見える、鋼鉄が青っぽく見える感じに、これが一番なります。でこれ単色でやると、単体でこれを使ってそういう風になるかっていうとそうじゃなくて、あくまでもこれは他の塗料に混ぜて使うっていう使い方です。これ自体、これだけ吹いてブルーイング風になるかっていうとなりません。当然ただの普通のブルー、メタリックブルーの色に、こんな色になるんで、そうじゃなくてあくまで混ぜるっていうことですね。これでこいつの紹介っていうか、最初に僕の塗装法言っとくんですけど、まずそうっすね。例えば最初なんですけど、第一段階として、こいつはマルシンのエンフィールドのヘビーウェイトモデルなんですけど、まずどうせ塗装するっていうあれなんで、 ABS でもヘビーウェイトでも何でもいいんですけど、関係ないんですけど、塗装するあれで言えば、まず最初にもちろん油分を取るっていうのは当たり前なんですけど、油分を取る前にまず足付けですね。塗装っていうのはすいません、なんか途中で切れちゃいました。まず塗装っていうのは足付けが大事なんですよね。足付けしないと塗料ってこのものに食いつかないんで、足付けしてやらないと塗料が剥げたりしたりするんで、最初に600番とか800番とかで、要は傷をつけてザラザラにするっていう作業をするんですよね。でもちろん油分を取る作業をして、それから基本はそうなんですけど、そんで最初シルバー吹くんですよね。そのシルバー、僕が使ってるシルバーっていうのはいろいろその時の状況によって違うんですけど、ダイソーの100均のシルバー使ったり、あと本当に目の細かいザラザラ感、メタリック感が出ないんだけど、いかにも金属っぽい輝きになるクレオスのシリーズで、どっか行ったかな。消えちゃった。
今切らしてるんでちょっと紹介できないんですけど、要はスーパーアイアン、スーパーステンレスとかクレオスの塗料で、結構値段っていうか、そのシルバーを拭いて、なんでシルバーを拭くかっていうと、そのシルバーが要は下地の一番下の塗膜になるんで、それが剥げたりしないと次の上塗りの例えばブラックとか拭いてもそれが剥げないっていうことになる。その下のシルバーが剥げない限り、そのシルバーが剥げるようだと、上に何塗っても剥げるっていうことなんで、その下地のシルバーいかにちゃんと密着させるかっていうのが大事なんで、そんな感じでシルバー拭いて、次にこれは普通のただの黒、ブラック、光沢のグロスブラックっていうやつです。これ単体で塗ると、本当のブラックっていうか、ピアノブラックっていうか、そんな感じになるんですけど、これとダークアイアン、それとアイアン、このダークアイアンとこのアイアンは磨けば金属光沢になるんですよね。で、さっきシルバーに使うって言ったアイアンとかスーパーステンレスとかスーパーアイアンとかっていうのは磨いても光るっていうか、磨かなくて、普通の塗料ですね。これは要はグラファイト、要は黒鉛が入ってるんで、布でこすったりすると金属光沢が出るっていうやつなんですけど、例え説明が下手なんであれですけど、ちょっと待ってください。はい。こんな感じのシルバー、これ全然きめが細かい、粒子がすごく小さくて、メタリック感が出ないシルバーなんですけど、これ確かクレオスのスーパーステンレス、それ塗ってます。シルバー、下地の色で。で、シルバー塗っちゃうと、あとはその時の表現の、僕の表現っていうか、いろいろ好み、全部同じ色に塗っちゃうっつうのもなんかつまんないじゃないですか。どの銃もどのハンドガンもこれがいい、こんな組み合わせがいいって思って塗ってても全部同じ色に塗ったらなんかつまんないじゃないですか。だから要は基本ですけど、僕が塗ってる基本グラファイトブラックですね。こ
これはこれでさっきのグラファイト、亜鉛が入っているこのアイアンとかダークアイアンとか、またこれとは別で、こっちはグラファイトも確かに入ってるんですけど、入ってます。で、こっちもグラファイト入ってんのかな。こいつは普通の塗料なんですね。ただグラファイトの色だっていうだけで、例えば磨いて布でこすると金属光沢が出るとかそういう感じじゃなくて、あくまでもその元々のグラファイトを磨いたような色になるっていう感じの塗料です。基本はこのブラック、磨けば光るシリーズのアイアン、そしてダークアイアン、それとこのグラファイト、これ、違う。これだ。グラファイトブラック、それと、これ、クリアブラック。これも大事です。あとはいいか。まあこんな感じで、まあ基本はこの5色、こいつをいろいろ調色したり単体で使ったりして表現をしてるんですよね。まあ例えばの話ですけど、このグラファイトブラック一色で塗ったのがちょっとあるんですけど、ちょっと今見せます。はい。これです。このフレームの部分。これがこのグラファイトブラック単体一色だけで塗って、あとコンパウンドで磨いた感じです。こんな感じの色ですね。そしてこれクリアブラック。これクリアブラックなんですけど、こいつシルバーに塗ってると青っぽい感じになります。それがこれです。このシリンダーの部分、このシリンダーの部分が下にシルバーを塗って、そんで上からこのクリアブラックを塗ったんですね。で、薄く塗るとあれですけど、どんどん上塗りしていくとどんどん色が濃くなっていく、そんな感じで、まあこんな感じに少し、要は黒っぽく、まあクリアブラックって言ってるんですけど、要は少し青っぽく、少しですけど、あとこのバレル、ここもクリアブラック、シルバーの上から吹いている感じです。こんな感じ。
こんな感じの質感になります。で、この感じ、こいつはクラウンの、確かクラウンの M586 か。こんな感じの質感は、これはこのアイアンじゃねえな。アイアンでもダークアイアンでも似てる感じなんですけど、要はアイアン、ちょっと待ってください。アイアン、こいつで塗るとこんな感じ。こんな感じ。あとちょっと色が明るすぎたりするときはこのダークアイアン使ったり、あと混ぜたりして色の調整、色の濃淡ですね。そんな感じ。で、これなんだったかな。これダークアイアン一色ですね。もう単体、こいつだけ拭いて、で、少し布でエッジ部分を磨いたり、そんな感じのでやるとこんな感じ。あと、基本のブラック。こいつ一色で塗ったの確か、ちょっと、これか。この Python。これは、下にスーパーステンレス拭いて、シルバーに拭いて、その上からこの基本のグロスブラック、こいつ一色単体を、要はエアブラシで薄く拭くと淡い感じですし、どんどん拭き重ねていくとどんどん色が黒くなっていって、もうどんどんもっとやると本当にただの黒になっちゃうんで、下地のシルバーが消えないように拭いた感じで、そんでこんな感じになるんですけど、輝きはあります。要はコンパウンドなんかで磨かなくてもものすごくもう拭いただけで輝きがあるんで、そんで黒いんですけど、若干ですけど、緑っぽい感じになります。こいつらと比べるとわかると思うんですけど、こっちは青っぽい感じで、こっちは緑っぽい感じで、こんな感じで、その時の表現したい、あと一つ基本。要は、この感じ、こいつは、グラファイト、ダークアイアンと、ブラック、この2色を混ぜて調色して拭いたのがこんな感じです。
で、こんな感じっていうと、これ、あれなんですけど、これ、要はコンパウンドで磨いたりしてないで、吹きっぱなしの状態で、これをまたコンパウンドで磨いたりすると、また質感が違ってくるんで、その磨いたやつが、どこにあるかな。ねえか。あれ、あった。はい。これですね。まあ、これ、あ、要はそうっすね。ダークアイアンの方がダークアイアンを多く混ぜるとこんな感じ。で、ブラックを多く混ぜるとこんな感じ。で、こんな感じで色が、こう、まあどっちかっていうとこっち青っぽく、こっちはやっぱり、こうやって比べてみると、まあ緑っぽい感じ。で、こっちの方は、この後さらにコンパウンドで磨き出しをしたっていう感じです。まあ、こんな感じで、こいつら、まあ僕が今まで経験してやってきた中で、こんな感じですね。まあ、いろいろ、アイアン、こいつだけでやると、要は軍用銃の、なんていうか、パーカーライジングって言いましたっけ？あんな感じに処理できて、あれです。まあいろいろ、まあ、やってきたら、まあやっぱり説明が下手ですね。で、結局今日やったのが今までそんな感じでやってたものに、さっきのこいつだけ単体でやると、もうこんな感じの青っぽい、いかにも青々した感じになるんで、こいつに、要は、今まで紹介した感じのやつに、この2色混ぜて、暗い、要は、ブルーブラックっていうんですか、そんな感じ。そんで、シンナー多めで薄めにして、上から吹きかけて、こんな感じに塗ったっていう感じです。まあこれ、まあこの色合いの違い、まあ好みもあるし、要は新しい感じとか、もう使い込んで、ブルーイングがもう取れてしまってる感じとか、要はそんな感じで使い分けてるっていう感じですかね。こっちがもう年代が古い感じ、こっちがまだ新しい感じっていうか、そんな感じですかね。これはまだ新しいっていうか、まあそんな感じで塗ってます。わかりましたでしょうか？わからなかったらコメントください。まあ一応、僕の塗装法紹介動画でした。それではまた。さようなら。